20代はですね、なんかね富士山にね重い荷物を背負ってねはあはあ言いながら登ってる感じでしたね。その重い荷物っていうのがみんな大作だったわけですね。黒沢さん、小林さん、木下圭介さん、当時の市川崑さん、当時の巨匠に全部出会ったわけですから、素晴らしい20代だと思いますね。日本映画の黄金期ですからね。当時東宝には東宝っていうメジャーの会社にはですね、黒澤明というエースがいたわけですね。で大映には溝口さんというエースがいて、松竹には小津安二郎さんのエースがいて、でこの監督選ばれたエースはですね、何作ってもいいと、映画界の全体が調子いいわけですから、当時はですね映画スターっていうのは大体一つの役柄をぐーっと深めていく、あんまりいろんな表情見せないでですね、それをまあこっちは芝居出身ということもありましたけれども、やっぱりいろんな役をやるのがプロだというような思いがありましたから、初めてこの作品に出ないかって台本を読ませていただきますね。やっぱりね一文も隙もない台本なんですね。橋本忍さんだったですけど、ただその素晴らしいシナリオで、果たしてこの嗣も半四郎っていう主人公をね僕ができるかと。まず年齢的なことありました。当時30歳ですから、50何歳かの役ですね。どうもねこのスロー人の嗣も半四郎っていうのがね、僕のイメージでは三船さんの感じがしたんですね、すごく。それでこれが30歳の僕に果たしてできるかどうかっていう不安はすごくありましたです。ただ橋本忍さんが書かれた本のセリフがいわゆるもちろん時代劇ですから現代劇のセリフとは違うんですが、セリフ自体が非常に昔でいう語り芸って言いますかね、講談とか、それからその調子がまるで時代劇調。時代劇調っていうのは大体日本映画時代劇、始めた頃は歌舞伎のセリフ回しだったんですよね。いや所詮我々の幸せなど砂の上に建てた家同様、強い風が吹けばそれまで。切腹もやや歌舞伎調、そういうセリフをいかに写実的な映画のリアルな喋り方にするかっていうのを一つ苦労しましたですけどね。日常会話って語尾定着ないんですよね。やっぱり語り口としての、芸州浪人嗣も半四郎とのことで腹へピッと定着させる。ともかくねセリフ劇ですよ。日本映画には珍しいセリフ劇だったですね。日本映画であれだけ長い間喋るっていうのは僕も随分新劇でですから演劇でですから喋ることはあんまり苦にもならないんですが、多少我が意を得たりって言いますか、これは面白いな、これ映画って非常に写実的で「こんにちは」とか例えば小津さんの映画なんかだと「君君んとこの娘はどうしてんだい?」って言うと「うちの娘、どうしてんだろうな」っていうセリフのあれじゃない。それがまた小津さんの素敵なところで、成瀬さんなんかもそうですよね。本当に日常会話みたいなあれで映画って成立していくのは、ああいう多少作り物めいた講談調っていうか、ああいうセリフ実が必要なものって日本映画には珍しかったですよね。しかし腹を切るだけでは楽に冥土へは行けん。手際よくこれを撃ち落としてくれる人がいる。手の利いた腕の立つ御仁がな。僕はだから小林さんにダメじゃないかと言われたことは、
一度もないんですね。で好きなようにやってって言ってなんか好きなようにやらせてもらったっていう思いしかないんですが、用意スタートって、号令かけて、カットよかったとも言わない人で、非常に粘り強くてですね、結果を早く求めないっていう監督でして、じーっと待ってる監督でしたね。だからあそこの、しらすにですね、なんだか30日ぐらい座ってたですね。正座してたわけですから。正座はもう時代劇出るには正座しなきゃもうしょうがないみたいなもんですからね。だからしびれないように昔の時代劇の俳優さんは一日でも正座してますからね。こう板の間に座ってますから、これはすごいですね。やっぱり修練ってものはすごいですよ。方々も何か一つぐらいはその世まいごとの中から得得されることもござろう。今日は人の見ても明日は我が。次に面白かったのはですね、三國さんとのやり取りですね。三國さんが座ってる位置としらすの僕の距離がそうですね、10メートル以上ありましたですね。もっとあったかな。と引きの時はですね、やっぱり僕らは芝居の人間だからちゃんと届かせるわけですよ。と三國さんはね、来ないんですよ、こっちへ。聞こえないんですけどと言うとね、君ね、映画ってのはここにマイクあるんだと。こんな通す必要、でも引きでしょこれは。寄りの時はその論争をやってね。でね、僕よりずっと先輩ですよ三國さんはね。これは喧嘩したわけじゃなくて演技論を戦わしたわけで、今言ってもいいと思いますけれども、そしたら小林さんそれ見ててね、納得いくまで論争してって3日休んだんですよ。3日休んだ、撮影中止、お互いに理解するまで喧嘩やってくれって言うんでセットがですね、こういうふうに組まれてたわけですよ。桟敷しらすとこで、こっちがこう空いてるわけですね。でこっちから撮ってるんで、ほとんどあそこのしらすの場面はですね、こっちサイドの顔なんですよ。で宮島さんがね、キャメラマンの宮島さんが「お前の顔はもう人間条件4年撮り尽くしましたから、僕の顔お前の顔は撮り飽きた」と。もう撮り飽きてどこからアングル狙おうかな、よし今回はこの、右側の顔ばっかり狙うぞ。よく考えてみたらセットが右側ってこっちに作ってあるわけですよ。こっちのはないから当然右狙いですよね、クローズアップは。切腹で本身でチャンバラするんですけど、禁止されてるんですか日本映画は。これ言っちゃいけないのかもしれないけど、当時全部本身ですからね。丹波さんはねすごい自信あるんですね、あの人。これに関してすごく自信ある。で本身で「危ないですね」って僕が言ったら「大丈夫大丈夫、もうこう来たらファッとこう避けてくれいいんだから、そんな本身だから怖いんですよ」っつったんだけど、あの人はこう堅実もあれだし、英語もすごいうまいし、何でもうまいんですよ丹波さんとしてはね。こういう形ね、これは偶然出たんですよね。偶然。いわゆるこっちからも敵が来る、こっちからも敵が来る。それでこっち牽制してこっち牽制するとちょうどこういう形になった。だからそれは非常に面白いと。でこれパーンと跳ねた時に相手も切れると。
守りからすぐ攻撃に入れるっていう時でこういう形が自然、それはな十字剣とかなんとかあと名前つけましたけどでもね、僕はあの映画での立ち回りはねあんまり重要視してないんです。重要視してないっていうかやっぱり本に使った分だけ、少しスローテンポだなと思ってるんです、映画としてはね。それはやっぱり椿三十郎の時の三船さんの速さ、剣の速さ、一呼吸する前に十何人やっつけるわけでしょ。だからそれに比べると切腹の立ち回りはいわゆるチャンバラを見せるんではなくて本身の強さとか本身の重さとかっていう出したあれだと思いますね。ただ最終的にはチャンバラやりますけど静かな芝居ですよね。実はこれをカンヌ映画祭に出したんですね。その上映日に僕と監督と亡くなったうちの奥さんとかですね、日本の着物を着てですね出た竹光の切腹の時にですねカンヌ映画祭で、途中でギャーギャーって向こうのご婦人がですね失神するんですよね。もうこっちはもう油汗出してですね、いや参ったなと思うとこんな素敵な映画はないと。グランプリ、当然だっていうのがあってビスコンテの山猫と争って負けたっていうのはおかしいけれども、その後祝賀会だって審査員大賞もらったんですから松竹の団長がですねこうやったら向こうはビスコンテ言いましてね隣にでもう祝杯あげてるんですよ、山猫が取ったもんで。ででみんなやったらしたらこっちの人もねなんだ三国同盟でイタリアがドイツとイタリアと日本が三国同盟やったのイタリアが最初に降伏したじゃないか、つまらんことで残念がってましたでもねビスコンテの山猫もすごかったですからねそれは当然だと思いましたけど、あれを30歳で、やった後は日本映画もだんだん斜陽になってきたじゃないですか、僕は30歳過ぎた。だから20歳でこれ切腹30歳で終わってだんだんつまんなくなってきたですね。だから非常に一日正座してたりなんか、それから本身でチャンバラやるわけですが、ある危険っていうのを感じながらやって、ある意味でのしんどさはありましたけど精神的には非常に楽しい、ああいう悲劇作りながらも面白かったですね。